宗教国家サラバエル。全住民が同一宗教に入信し、思想を統一された国家である。はじめまして。こんにちは。神様です。ふざけるな。わしを誰だと心得る。かつてこの地に降り立ったプロンティア神の正当なる代弁者、サラバエル三代目大神官サギーシ作主様であるぞ。プロンテア神？まあいろいろあるのさ、この国もね。じゃ手はず通りに頼むよ、ボラ。おうじゃ、これぞ正義の力、神の鉄槌。また一つ不浄な魂が救われたのじゃ。これでいいの？でも羽ばたいて飛んだりはできないよ。ただの飾りね。それで十分。で、ここからどうするの？適当でいいよ。どうすればいいんだろう。今日はちょっとお話があってきたんですけど。何をしておる。トリックに惑わされるな。あんな羽偽物じゃ。ただの飾りじゃ。その通りです。くらえ、我が神の力を。困ったな。全然信じてもらえないじゃない。あれ？本物とは思わず飛んだご無礼を。それでは人も集まったようですので話を始めたいと思います。このガキが神だっていうのか。てめえらが神だって言うならまずその証拠だな。証拠ですか？確かにないですよ。お見せできるのは人間ではありえないスピードや力、銃が通じないことなど。まあプロンティア神とは同種ですので神ということにしておいてもらえますか。ちょっと聞いていい？プロンテアさんとこの国何の関係があるの？神がそのことを知らないと。あの子はまだ生まれて間もない神ですから、教祖様が説明してあげてください。はい。このサラバエルの土地は人類の文明が一度崩壊したとされる以前より唯一現存する人類最古の聖地であり、神が建国した国と伝えられております。ここはかつて魔族を封印する前にリンさんたち過去のイダテンが作った国なんだ。まあもともとは人間を保護するために緊急で掘っただけの地下シェルターなんだけどね。しかし数百年の間この地に定着するものは少なく、土砂災害、干ばつ、ひとたび雨が降れば大洪水と大変厳しい土地でした。そこに神が現れた。神は数日で地形を作り変え治水を行い、この国を瞬く間に人が暮らすことに適した地へと変えたのです。神は
天上界にお帰りになられる際こうおっしゃられた。ここを聖地と崇めるのは勝手だけど、聖地だから手を加えるのは言語道断なんて考えずに、どんどん住みやすいように工事しちゃっていいからね。それじゃあね。ああ、なるほど。要するにリンさんの工事のフォローをしに来ただけってことね。そして100年が経った現代において、そのプロンテア神の教えを実践するべく我々は活動を続けているのです。でも他の国を浄化とか救済しろなんて言ってないと思うけど。それで本題は何でありましょうか、神よ。神を語った私の身体問題か何かでしょうか。そうですね、本題に入りましょう。近いうちにプロンテアさん含む神々によってゾブル帝国が崩壊します。何？ゾブル帝国が？表向きには軍事クーデターによる現政権の崩壊という形をとります。結果残る大国がここサラバエルとホタイナの2国ですが、世界の混乱を防ぐため2国間での戦争を禁止します。その後復興支援の名目でサラバエル、ホタイナ両国で支援しつつ3国の和平を進めてもらいたい。ホタイナと？あのような無神論者の集まる国と手を結ぶなど。何を言ってる。この国も神の名を使い好き放題やってるだけだろ。この国の神の定義は人の心をまとめる偶像としての役目しかない。あなた方はその権力を使い富を築いているだけだ。それを僕は高く評価している。神を信仰し祈り続けた初代教祖に何ができた？国民は飢え、疫病にも自然災害にも逆らえず衰退するばかりだった。お前の代から宗教は完全にビジネス化し、信者を奴隷として使い大国にまで成り上がった。それは人間社会の倫理では最低かもしれないが、神の感覚では別に気にしない。気にするのは行き過ぎた環境汚染と大戦争くらいだ。滅びられることだけが問題なんだよ。私には人間の細かいことはよくわかんないけど、ホタイナの国とは今後仲良くしてくださいね。いかがいたしましょう、教祖様。神のおっしゃる通り戦争だけはやめておこう。だが他はいつも通りじゃ。適当な信託でインチキ寝具を売りさばき、他国のテレビに霊能者や芸人を送って布教を続け、各国政界にも影響力を持つ。そしてひたすら金を集め国を維持し神を守ろうではないか。神がそれをお望みなのだ。伊達天の肉体は服なども含めて一個の個体である。肉体から離れた部分は消失してしまうので、その一部をサンプルとして持ち帰るのは不可能である。なぜこのような結論になったのじゃ。この後牛土の花に残っていた血がきれいさっぱり消失してる。メガネくんのメガネも再生してるし、よって伊達天の全身は物質じゃなく存在という現象みたいな作りなんじゃないかしら。その辺も全部レポートに書いてありますので、しばらく集中して映像を見させてくれませんか。たったこれだけの映像でここまで見抜くとはさすがミクだな。これを元に調べていけば伊達天どもの弱点もわかるかもしれん。悠長な話ね。正直もうそんなこと言ってられる状況じゃないと思うけど。みんな頑張ってね。生まれた子は国が責任を持って皆さんに乱暴したような立派な兵士に育てますから、子育ての心配はありません。安心して産みましょう。ほれ、向こうの娘出産終わったよ。避けたとこは縫っといてよ。まんまじゃ次に営業すっけんね。はーい。お、あら、どうしたのみくん。ちょっと梅代に話があってね。少し言いにくいことなんだけど。はらんだ。違います。ロン毛早くも少し押されるくらいになったか。一晩でどうして威力が上がるんだ。ちょっと待って、隼人君。イースリー君に何を言われたんだ。なぜこんなに早く威力を上げられたの。
コーラみたいに軽くなるのも意識しながらやれっつってたな。あと当てる時の振り幅を増やせば多少変わるらしいぜ。ああ、なるほど。重量を消して早く動くのも当てる時元体重に戻すのも基礎中の基礎だろう。自力で気づいてくれよ、そんなことを。イースリー君、人間との交渉はもう終わったのかい？ええ、問題ありません。こじれることもなかったので1週間も不要そうです。そうか、ちょうどいい。こっちも1週間は必要なさそうだ。隼人君、一旦修行は中断する。実戦に移るとしようか。今日中にゾブル帝国に攻め込むことにする。4人新たに出てきたぞ。師匠、お久しぶりです。トロンテア、久しぶりだの。これはまた新たに知らぬ韋駄天が。もしやこやつがピサララを。こいつももし手に負えない強さだったら逃げるしかないですな。フロンティアさん、精神が乱れてるようですが、ちゃんと船の映像や通信遮断できてます？ごめん、無理。ならミクとかいうやつが攻め込む準備が整ったと判断するのも時間の問題か。おいミク、新しい韋駄天は出おったぞ。奴を最優先で調べるんじゃ。あ、ミク、なんだレポート？後回しじゃ。それよりも新しく現れよったあやつ。皇帝様まで。誰じゃお主は。ミク様に言われたんです。そこに黙って座っていろと。もしバレたらこの手紙をと。魔王様へ。どうやらバレちゃったようですね。すいませんが、現状を判断したところもう手遅れだと思います。よって私はこの国から逃げますのでご了承ください。新たに魔族を再建する際に一番役に立ちそうな梅代も連れて逃げます。なお一つ忠告しておきますが、あの強い韋駄天のもとに例の3人が帰ってきた場合、あるいは新たな韋駄天を連れて帰ってきたことを確認した場合は、その後おそらく即攻めてきます。3人動きました。早い。何よこの地下道。掘ったのは多分クロフトね。掘らせたのはラキよ。ブランディは結構責任感強いから負けが見えても逃げないけど、自分の子供は逃がしたのね。ところで梅よ、今あなたの中に融合中の子供は何人いるのかしら？2人いるわよ。両方男の子ね。それならその子がそれなりの年齢になれば、私とメルクーで子供が量産できるわね。は、私も？今赤ん坊の男の子と将来子作り？変態すぎるでしょそれ。大丈夫大丈夫、しっかり楽しませてくれる熟練の子に調教してあげるから、そういう問題じゃないでしょ。私としては痛いけな少年を自分の体に溺れさせるのも悪くないんだけど、初タッコはお嫌いかしら？まあお好きですけど。あんたも結構好きだったのね。おしゃべりはここまで。早く逃げましょう。例の手紙が開けられたみたい。韋駄天側に動きがあったのね。だとしたらもうじき攻め込んでくるわよ。ブランディ、ミクが逃げおった。しかしなぜ単独で？魔族全体で逃げる手段もあったはず。何のことはない。わしらがやられとる隙に逃げる気じゃろう。そうしないと逃げられないとミクが判断したのでしょう。緊急連絡！ゾブル国外に通じる道路が次々に破壊され始めました。ミク、後ろが急に消えたんだけど。交通手段を全て遮断してるみたいね。大陸を削ってゾブルをでっかい孤島にして、中に残った魔族をゆったり絶滅させる気みたい。つまり今この瞬間、この亀裂よりこっち側にいない魔族に逃げ場はないわね。ああ、師匠と別行動だと気が楽だな。魔王様、私も勝手ながら自分の子供たちを逃がしています。魔族の大半がここに残っていると韋駄天が知れば、
注意はこちらに向き、子供らもミクも逃げ切れるでしょう。あなた行きましょう。長くて退屈な皇帝生活にも飽き飽きしてたでしょ。若い頃みたいに派手に暴れましょうよ。そうだな、やるか。ババア、あれだ、あれがゾブル帝国だ。そうか、あそこに魔族がおるのじゃな。じゃが奴らはどう攻めてきよる。わしらと人間をどう区別する気じゃ。おいおいババア、この国に魔族は300程度しかいないって言ってたぜ。そうなのか？むちゃくちゃじゃ。何も考えておらん。人の命はおろか効率さえ全く考えておらぬ攻撃じゃ。バカじゃ。奴らの中にバカがおる。だがそれでいい。聞こえるか、ゾブルの全国民諸君。聞こえるか、全兵士諸君。陸軍大将ピスタラだ。これより突然だが軍事クーデターを執り行う。ピスタラ？一般人及び死にたくない者は私の指示に従い速やかに避難せよ。生き延びたければひたすら北側の海に向かって逃げろ。飛行機での脱出は認めない。最優先で叩き落とす。クソ、ピサラ大将、一体何を考えてる？反逆者鑑定だ。これ俺を来て大将。なお逃げ遅れた者はそのまま死ね。以上だ。ピサラの声を利用しているのか。一体何が。神よ、どうか皆をお救いください。そうババア、あんまり無茶苦茶するなよ。どれだけ倒したかわからなくなるだろう。めんどくさいの。人間か魔族かは全部プロンティアが判別するって言ってたからよ。面倒な判断はあいつに任せて、俺らは明らかに人間じゃねえのを倒してればいいんだよ。出たな、イダテン。土を掘れば魔族1。このサラマンダーが相手だ。ああいうの300匹ぐらい倒せばいいんじゃねえの？そうか、思ったより簡単なのかな。さて、ここからどう局面が動くか。僕をなんでここに置いてるの？もう一匹でも魔族が来たら僕らじゃ対応できないからね。私たちってほんと戦力外よね。冗談じゃないわよ、まったく。この魔族最速の女の名にかけて必ず逃げ切る。今ので10匹目かな。とりあえず避難は順調に進んでるけど、肝心のこいつらはまだ見当たらない。人間を保護し国を再建するつもりでしたら、ビアロフ宰相は人間ですが有能です。必ず役に立ちます。ミクとバコードも我々のように味方につける方が得策です。外見ですか。奴らは表に出てこないので写真がなく。書くんですか？コリーが書いたのが一番似てるんじゃねえか？ではこれで。見つかるかな。このガチムチ4兄弟の力見せてやる。ほう、ハヤトのやつえらく強くなってるの。拉致が開かねえな。ババア、こっから別行動にするぜ。フロンティアと比べたらまだ不安なのじゃが。心臓を確実に貫いたと思ったが、ずれておったかな。なんじゃこいつら、急に動きが良くなりよった。やがっ、首を切り落とせばもう動けはしまい。首を切っても死なぬじゃと。なんなんじゃこれは。硬い、目に見えない太さの紙では切り離せん。だが慌てるな。真正面から戦って勝てる相手じゃない。奴にはあくまで雑魚どもと戦っている。そう錯覚してもらわねばな。
なんだあいつは。草野大将の手先か。撃たれて撃ち殺せ。お前魔族だな。ほら逃げるなてめえ。ここから出して皆さん、希望を捨ててはいけません。神様はきっと我々をお助けになられますわ。あれ、あっち。ったくこんなとこまで逃げやがって。なんで逃げないんだ人間。あなたは一体。いえ、今は誰でも構いません。みんなを助けてください。お願いします。この牢屋を開けてください。牢屋？ああ、こんなので出られなくなるのか人間は。ま、これで出られるだろうけどよ。今はここにいた方が安全かもしれんぜ。まあクソババアの暴れ方次第だがな。あなたは一体。彼は神だよ。もっとも君の信仰する万物の創造主のような神様とは別物だがね。竹下皇帝？今回は君たちの勝ちだろう。だが今後のために君の首くらいは取っておかねばな。水かけ10歳週間